こんにちは。なんか、私本当につながった意識で生活してそのなんていうのかな、その状態で日常生活を生きると大丈夫なのみたいな感情、恐怖みたいなのがちょっと出てきたんですけど、だからこういう意識とか全然なんかわからない、ご近所の人とか、なんだろう、なんか本当の気持ちを言うと摩擦が起きるっていう恐怖、多分ずれてるからその恐怖が出るんですけど、それは戻って本当に戻って話せば大丈夫って思えばいいんですよね。目的を話すことよりも話して分かってもらうという三次元のつながりに向かうよりも、あなたに向かっていこうっていう、本当のあなたを復活させてあげようって、それが一番やりたいことじゃない？だからまずはこの習慣はもちろんそうだけど、恐怖なんかも出ても恐怖が出るってことは変化しようとするから出てくるだけ。今までの安全地帯にいる時には出なかったものが動き出すから、恐怖を出して、安全地帯から出ようとしてますよ、なんか今までと違う動き、つまりみんなと一緒ねっていうところから本当に出ようとしてますよって、自分に目を覚まそうとしてますよっていうサインみたいなもんなんですよ、恐怖はね。だから恐怖はここにいて、ただもう形で扉だから手放してください。恐怖であろうと不安であろうと心配であろうとがっかり感であろうとなんていうの、できないであろうと、あなたにとって居心地悪い周波数を感じているのは離れてなければ感じない。だからまずはここに立つ習慣をしましょうね。そして今話してくれた例えばあなたは復活してきて自分で感じていることが世間話とは違ってきてるんですよね今までみんなで一緒に眠ってたから。だから違う話をしようとする、そういうことですよね。同調したく、わかります。例えば同調するのをやめると、はぶられるとかはぶられる何はぶられるって、はぶられる、はぶられるってみんなわかるの？どうしてそんなに新しい言葉を作るの？インディアンになりなさい、皆さん。分離していく言葉ばっかじゃない。でもね、起きるかもしれない。私ももちろん恐怖がすごかったよ。だけどどうしたいかなのよね。じゃあ安全地帯に行ってみんなと同じことを言って眠っている、それも選択なの。だけど本当の自分を生きさせてあげたい。今しかない26,000年に一度というすごい時を迎えてて、それが私がやりたいことって言ったら、やっぱりもう変わってきてるんだったら表現するといい。わかるね。隠れていたら眠るだけだから。ただ分かってもらう必要はないの。でみんながしらっとして「何言ってんのこの人」って変な人って思われても構わないじゃん。変な人と思われるところから始まるから、最初は。わかる？変な人と思われなかったらあなたは眠ってるってことだよそうだよ。みんなと同じことを言ってたらあなたは眠ってるってことだよ。変な人だから。私ね、昔変わっていく時にね、そんなこともわからないのとか、頭悪いんじゃないのって言われることはなかったんだけどとにかくそういうこと言われた時、よかった頭悪くてとか、そういうところに、狭いところにいない自分を確認して、すごくだから変な人って言われると、よかった私その狭いとこいないんだっていうバロメーターにしてた。わかる？だから
違うことを言われて変な人って言われるのは、あ、私動いてるんだなと思っていい、あ、私行動してるって、それで現実は問題じゃないんで、例えばそういうふうになったとしても気にする必要はない。であなたは着々とここに戻ってパターン語論して、そしてその映し出した現実があるじゃない、変な人って。でその現実は問題じゃないんだけど、それを見た時感じるショックとか居心地悪さあるよね、恐怖とか。それをここに立ってただの形にして手放してくれる。それがそこから出ていけるから。だから行動します。そうすると波風が立ちます。現実を気にしていたら眠っていきます。戻っていくのが目的だったらよ、それが目的だったら現実を気にしてたら眠っていく。あ、そう、動いたことでしらーっとされて惹かれる。でその出てきたのが、うわどうしようっていうのが出てきた。でもあなたこれ使うんじゃないのよ。ここに戻って形にして重量感つけて手放してってくれる。そしてシフトするの、自分で。でまたもう隠れることなく言って、そうするとまたしらっとするでしょ。でもあなたは着実に進み始めてるの。それでしらっとされた時、現実は問題じゃない。あなたが感じるもんがあるじゃない。それをここに来て手放すと、こっちの扉が開き始めるから。めちゃめちゃ怖いんですよ、そういうのやるのが。最初そうなんだよね。ただね、めちゃめちゃ怖いんだけどね、恐怖は恐怖なのよ。だから恐怖の人いる？恐怖の人いる？恐怖の人いる？話すのが恐怖、みんなと違うことを話すのが恐怖って。え？なんかその集団行動があまり得意じゃないので。ああよかったね、集団行動が得意じゃなくて。私集団行動ばっかりしてたからね、良い子をやってたから大変だったね、恐怖は恐怖なのよ。大事なのはあなたがどうしたいかなのよ。どんなものが出てきても使うためにそれを使うんじゃなくて、現実とくっつけてそれを手放すのに使うかどうかで、恐怖はいいのよ、すごく扉でその先だから。あともう一つ、こういうものが出てきた時にいつもまずどこにいる？今はやらせてもらったので多分この辺、そこら辺だけど、でも今恐怖が出てきて泣けてるよね。それは多分こっちの方。そうだよね。泣けてるよね。だからここにはいない。ここにいるとただの形にできるんですよ。だからね、大事なのはね、自分がどうしたいかなのよ。こう目覚めていく時ってそれこそ今までみんなと一緒のつながりから出ていくことになるから、それこそその時にイリュージョンを見ることがある。だからこうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう。でもそれでもあなたが目覚めていくのが真実だったらブレてはいけない。それはあなたしかできない。主人公だから。やっぱり恐怖があるから私ここにいますって言われたら、まあそれはそれでわかります。だけどあなたがどうしたい？どうしたい？目覚めたい？どう？あらまかわいい。じゃあ皆さんさ、ちょっとさ、出ていく時に起きる恐怖っていうサインなんだけどね、それをちょっと一緒に統合してあげてくれる？じゃあ立ってください。大事なのはあなたがの目的なんだよね。あなたがもうひるむことなく目覚めていくことを決めれば、何が出てきても使うのではなくて手放す方を選んでください。それが大事で、今みたいになった時はどこにいるかなっていうんです。多分あなたがこの絵を使って日頃毎週戻る習慣をすればつかめるようになる。今日からスタートしてね。で今はその恐怖が多分ここに来るまでもやろうとするとそういうのがいっぱい出てたんだと思います。で恐怖も扉になってます。では、ちょっと出てきてくれる？でね、扉になっている。で私たちは3次元を集中して生きるために枠から出ようとするとウォーニングのように恐怖をいっぱい出したんですね。でこんなふうに扉で見てください。でそれもね、何枚も何枚も重なった扉で見てくれる？何枚も鉄のよくあるじゃない、ヨーロッパで古い
ブロンズの鉄ので模様が書いてあるようなあるじゃないね。それがね何枚も層になってんの。わかる？それをいっぱいこのぐらいね厚みがある扉にしてください。で高さもあって、そして厚み。あなたが主人公なので、ニコちゃんの場所に立ってる？はい、ニコちゃんの場所に立ってる？もう何よりもニコちゃんの場所に立つのよ。何よりも。習慣ね、今日からね一番の優先順位。さあでは厚みどのぐらいある？自分で見てごらん。めちゃくちゃそうよね、あるよね、永遠にあるよね。扉が重なってんの、ちょうど地層みたいに重なってんの。どのぐらいある？すっごい遠いです。そうよね。どうよみんな、ゾクゾクしない？でも少なくとも皆さんも眠ったわけだから扉は出てくるはずなんですよ。わかる？どのぐらいある？何枚ぐらい？まあ数えなくていい。厚みをちゃんと見てください。厚みを。それで何枚も何枚も何枚も地層のように重なってます。わかるでしょ？どうよ。このぐらい扉を持ってなければ眠り続けることはできなかったんですね。波動が上がろうとすると恐怖を出さないとそこに臨場感を持って体験できなかったの。わかるね。だからこのぐらい開けても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 出てくるような恐怖みたいにセットしてた。わかった？じゃあ罪結構あるでしょ。ありますよね。もうね古いです。扉も古いでしょ。はい。だから本当にヨーロッパの絵が描いてあるような扉ですね。ではその距離もあるだろうし高さもある。しっかり見えますね。はい。じゃあ手放していいですね。手放していいですね。広い空のような自由な意識にゲートを開けましょう。ではその厚みのある、それがすっぽり入るだけの大きな大きなクリスタルの球体を用意して、そしてその古い何枚も層になっているブロンズまたは鉄の扉をそのまますっぽり入れてください。すっぽり入れて。大丈夫よ。4次元の時空間でやってるから入ります。入った？もう地球ぐらい大きなクリスタルの球体必要でしょ。惑星ぐらい。さあこれを手放しましょうね。じゃあ上を見て、上が空いているところでこの透明感あふれるあなたの本当の意識に目を覚まして、この意識で生きることを選んでワクワクして、そしてやっぱ3次元をリアルにね臨場感を持って体験するにはこのぐらいのね蓋が必要でしたよね。ありがとうと言って、はい、スロー分乗せて、でスッと両手を離してゴロ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 と音を立ててきれいに転がっていって、中央の穴にスターン。はい、深呼吸。転がった？どう？上見てごらん。ゲートが開くから、すごい今までに幕が張ってたようなのがこう晴れてゲートがぐーっと開いてるのを感じてください。さらにこの向こう側に広がるあなたの宇宙意識がピュアに聡明にクリアに見えると思います。この宇宙意識への方のゲートが開くんですね。どう？大丈夫だと思うね、今手放しましたよね。それでこれからこれ大きな歴史的なものを外したので皆さん、そしたらねこの残りがみたいなのが出てきてももうあそこに戻って手放そうっていう感じになるので、あなたは重量感と硬さだけつけて球体で転がす習慣を始めましょう。それでどんどん表現するといい。表現するとあるものが出てこれるから。わかるね。隠れていたらあなた自身が動かないので、歯車が回らないので何にも出てこないけど、もう本当に死んでるような状態になる。わかるでしょう。だけど行動することでこう割れて出てきます。例えば恐怖だったりとか失敗感とかいろいろ出てきます。でも出てくるから私たちは絵を使ってここで手放しができるわけ。どう？
入るでしょ。楽しくない？そういうことです。どう？すごくやっぱ古かったでしょ。古いものですよね。もうそういうものを皆さんたちは使わないと言っても出てきて、これ外すとよりなんかこう軽やかになるしね、両手がすごい使えるようになる。こっちを使うというね。よかったです。いいシェアでしたね。一人の人の歴史的なものをシェアしているの。必ず私たちは使ってましたから、どの人も同じギフトなので一緒に統合しましょうね。そしてこっちのゲートを広く開けていきましょう。そして波動を上げて圧倒的にこっちをリアルにしていきましょう。分かった？じゃあまず今日は絵であそこに戻る習慣を始めてください。そうするともう本当に何が出てきてもう感じに行くんじゃなくて、ここに戻って形にするという習慣が始まりますから。皆さんもそうです。すごいこれは大事ってわかるでしょ。そしたら変わります。もう本当に何て言うの、何が出てきてもあそこに戻って形にして手放そうっていう、もう方向が全く変わるからね。どんどん行動しましょう。そして表現して、そして出てくるものを終わらせていきましょう。じゃあスタートね。